皆さん、こんにちは。三浦陸大全、パート2です。シングルではなく、ペアだった少女、運命の適性。パート1では、宝塚で育った少女が5歳でスケートに出会い、新体操や空手の経験も重ねながら、後の世界王者につながる土台を少しずつ育てていた幼少期を見てきました。今回は、その陸ちゃんが、なぜシングルではなく、ペアという道へ進んでいったのかを、たどります。今でこそ、三浦陸選手といえば、日本ペアの歴史を変えた存在です。ですが、その道は、最初から当たり前に開けていたわけではありません。日本では、ペア競技の環境が限られ、指導者も少なく、シングルに比べて、圧倒的に険しい道でした。しかも、ペアを本気でやるということは、ただ種目を変えるだけではなく、海外へ出る覚悟まで含まれています。それでも、陸ちゃんは、その世界に強く惹かれていきました。しかも理由が、いかにも三浦選手らしいところなんです。怖いからではなく、難しいからでもなく、遊園地みたいで楽しいから、非日常でワクワクしてもっとやりたくなる。この感覚が、後の大きな選択を支えていきました。小学生の頃から毎年参加していたペアのトライアウトとは、中学での転校がなぜ海外へ出る覚悟にまでつながったのか、自分で選んだ道だったからこそ、後に折れなかった理由とは、パート2を見ると、三浦陸選手が自分の感覚と覚悟でペアの道を選んでいたことが見えてきます。それでは今回も、ほっこりとご覧ください。第1章、小4で出会った、ペアの世界。三浦陸選手は、小学4年生の頃から、ペアのトライアウトに参加していました。この事実だけでも、かなり重要です。つまり彼女は、シングルからの苦し紛れに、ペアへ回ったわけではない。かなり早い段階から、ペアという種目に触れ、その魅力を知っていたんです。本人は当時の感覚を投げられたり、回されたりするのが非日常的ですごく楽しかったと語っています。ここに三浦陸という選手の本質がよく現れています。普通なら怖さが先に来そうな動きでも、陸ちゃんはそこに楽しさを感じる。この感覚を持っていたこと自体がすでに大きな才能でした。第2章。遊園地みたい。怖さより先に楽しさが来た。三浦選手はもともと遊園地が好きだったとも語っています。5歳でスケートを始めたきっかけもディズニーのアニメでフィギュアスケートの場面を見て私にもできると思ったことでした。だからこそ投げられる、持ち上げられる、振り回されるというペアならではの動きが自分の感覚にスッと入ってきた。これが本当に大きいんです。ペア競技では、技術はもちろんですが、恐怖心との付き合い方が非常に重要になります。その中で陸ちゃんは、恐れるより先に、面白い、楽しい、もっとやってみたい、と思えた。だから、毎年のようにトライアウトへ参加し、その世界に自然と惹かれていったのでしょう。世界のトップに立つ選手には、しばしば向いていることを、自分で好きになれる強さがあります。三浦陸選手はまさにそのタイプだったのだと思います。第3章。周囲はすでに見抜いていた。小柄さは武器になる。三浦選手の転機には周囲の見立ても大きく関わっています。小学生の頃から指導した本田武さんは、三浦選手の小柄な体格や筋力、運動能力を見て、ペアで可能性があると感じていたと報じられています。シングルではどうしても体格差が不利に働く局面があります。けれどペアでは小柄であることがリフトやツイストの面で大きな武器になり得る。その上で三浦選手には度胸も柔らかさも負けん気もあった。しかも本田さんは戸惑う三浦選手にペアでもオリンピックに出れば、オリンピアンだよ。逃げたことにはならない。やらずに悩むより、
やってから後悔してはと声をかけたと伝えられています。この言葉は大きかったはずです。シングルを離れることは簡単な決断ではない。でも、それは逃げではない。別の可能性へ進むことなんだと。この後押しが、いくちゃんの中で少しずつ道を定めていったのでしょう。第4章。中学での決断、シングルと並行しない覚悟。三浦選手が本格的にペアへの転向を決めたのは中学時代でした。中学2年頃にはシングルからペアへの転向を模索し、市橋翔也選手とペアを結成。そして、シングルと並行するとペアの足かせになると考え、ペアへの専念を決めたそうです。ここがすごく大事なんです。なんとなく、ペアもやってみる、ではなかった。やるなら、ちゃんとこの道で勝負する。その覚悟が、すでにあった。もちろん、その時点で、世界王者になる未来が見えていたわけではありません。むしろ日本では、ペアの環境は整っていない。国内だけで完結しない難しさもある。それでも彼女は、少しずつ、この道で行くという気持ちを固めていきました。第5章。ペアを選ぶとは、海外へ出る覚悟でもあった。ここで、三浦選手の選択がどれほど大きかったのかが見えてきます。日本では、ペアの指導環境が限られているため、本気で続けるには、海外へ行かざるを得ない現実がありました。三浦選手自身も、中学1年生からペアに転校してカナダへ移籍したことが一番辛かったと語っています。英語も何もわからない状態でホームステイ生活を始める。まだ中学生です。それだけでも十分に大きな挑戦です。しかも、その先にあるのは慣れない言葉、慣れない環境、そしてペアという難しい競技。それでも三浦選手はその道を進みました。コーチだったり、ホームステイ先だったり、たくさんの人に支えられたと振り返っていますが、逆に言えば、それだけ大きな覚悟を持って未知の世界へ飛び込んだということです。ペアを選ぶとは、種目を変えるだけではなかった。生活ごと変える、人生の方向転換だったのです。第6章。自分で選んだ道だったから、後に折れなかった。こうして振り返ると、三浦璃来選手のペア転向は誰かに流されて決まったものではありませんでした。ペアの世界を自分で面白いと思った。小柄な体の可能性を周囲も見抜いてくれた。迷いながらも自分で決めた。そして、そのために海外へ出る覚悟までした。この自分で選んだ感覚があったからこそ、後の厳しい時期にも折れ切らなかったのだと思います。怪我があっても、苦しい時期があっても、原点にあるのは、私はこれが好き。私はこの道を選んだ、という感覚だった。それが、三浦璃来選手の強さの根っこにあるのでしょう。そして、この時点ではまだ、今の陸流は始まっていません。ですが、後に木原龍一選手と出会い、日本ペアの歴史を変えるまでの土台は、すでにこの時点で、しっかりとでき始めていました。今回は、三浦璃来選手がなぜペアへ進んだのか、その原点を見てきました。ただ楽しかった、だけではない。そこには、適性も、後押しも、覚悟もあった。だからこそ、この選択は、後の世界一へつながっていったのでしょう。次回はいよいよ、木原龍一選手と出会う前、市橋翔也選手との時代に入っていきます。実は、この助走期間こそ、今のりくちゃんを作った大事な時間でした。今の輝きは、突然始まったものではない。そのことが、次回、はっきり見えてきます。ぜひ続けてご覧ください。いいねと、チャンネル登録をいただけると、次回の動画の通知が届きますので、ぜひお願いいたします。また、メンバーシップでは、一般公開前の先行視聴や、月1のラッキーカラー占いなどの特典もご用意しています。よかったらメンバーになるから、気軽に覗いてみてください。
ご視聴ありがとうございました。